하나, 둘. 안녕하세요. 도도모です。 안녕. 今今日はですね、はい、今日はですね、皆さん、40만 명 구독자 감사합니다. 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 진짜 감사합니다. 오늘 뭐 해요? 뭐예요? 40만 기념 Q&A. そうです、皆さん。これを見てくださっている皆様はすごく違和感を感じるかもしれないんですけど、そうそうそう。それはでも本当に私たちも違和感を感じてる。そうそうそう。 양해 부탁드립니다. はい、ね。めっちゃ久しぶりじゃね？あ、マジ久しぶり。で、なんか質問があんまりないと思ったの。そう、あんまりないと思ってたんですけど、まさかね、そうめちゃくちゃね、聞いてくださってそう감사합니다。もちろん全部読みましたよ。かぶってる質問とかを集めてこうやって書いてみたんですけど、まあさっさと始めますか。今から質問コーナーを始めていきたいと思います。1番目、はい、私たちが今まで YouTube で載せた動画ベスト3。まあ第3位から、第3位はクリスマス。僕がサンタの服着た時ですね。第2位はですね、韓国です。テグの動画、ソウルの動画。いや、全部あの3つ。あれずるくね？いや、それはもう譲れません。マジであんなの一人じゃできんかったことやから。で、気になるベスト1。これは定番。もうこれはマジでほんまにもう譲られへん。やっぱりね、2人とも違う国に、もうそれが一番思い出に残りますよね。私は編集する時も楽しかった動画と含めて3位、札幌かハロウィンのユニバーサル。ああ、はいはい、ちょっと選べへん。それもいいよね。選べへん。2番は台湾の動画。やっぱ台湾は台湾マジ台湾が2位だよ。はいはい、私は単独一致があるの。あんの。私は、マジでこの動画が今までの動画で一番好きなの。ディズニー。私は一番私が楽しんでたし、編集する時もめっちゃ楽しくしたの。あ、また私言うことありますよ。何ですか？ともちゃん髪の毛切りました。皆さん今そうです、皆さん今思い出した。そうなんです、昨日切ってきました。そう。どうですか？待ってよ。皆さんがなんかともちゃんやっぱ短い髪の毛いいやん言ったらこだわりを捨ててこうやって切ってくれました。待ってよ。次の質問ちょっと早くしないとこの質問全部できなさそう。先癖とどんだけ飲めるか주량について聞いてくださったんですけど、私はビール1本でも酔いますね。ほろ酔い5度やけどそれでやばいってめっちゃ弱い。ともちゃんはまだ大人になって、そうですね、そう、僕はね20歳になったばっかりなんでまだ限界を知らないんですよ。そうまだ飲んだことなくて、あったら確かめてみようと。またそういうね、なんか動画を撮りたいなと考えております。そう私の酒癖は普通にうるさくなります。お互い様に年を違いを感じた時、はい、僕はですね、없어요。ないです。없어？그래？私は最近ともちゃんちょっと見たらやっぱちょっとなんていう汚くないなって。汚くない？何が？때가 젊은この世の中のいいところを信じてるみたいな。わかる？ちょっとユニを持ちやすい感じ。それとどこか行く時、デートとかする時とか、大学生になってばっかりで経験とかあんまりないから、どうやって遊んでいいかとかそういうのあんまりわからなくて、ボラニャで私がちょっとリードする。でも私はそういうのが楽やから好きですよ。お互い様の初人称と今の人称の変化。私はなんか変化っていうより、私は最初見た時ともちゃんがマスクつけてたんですよ。なんかめっちゃくちゃ顔もめっちゃちっちゃくて、なんかそれでめっちゃアイドルみたいとコットを着てたよな。今はそういうのないです。そういうのないです。そういうのないですよ。今はおかしくね。もっと僕の目の魅力に気づくべきじゃないですか、ユニシ。兄じゃん。おる兄や。ともちゃんは？僕こそ俺はユンちゃんの顔を見ようとしてるのに彼女は目をそらすわけですよ、皆さん。でだからすごくねシャイな女の子なんだなっていうのが初印象。シャイだったらしいですよ。出がシャイとめっちゃ
遠いけど私もちろん初印象といってすごくね可愛かったりとかあるんですけど、でもそういうのを感じましてね、恥ずかしがりないなという。今はマジで想像もつかないそう今では全く想その像つかないですよ。変化がありますね。彼女が恥ずかしがりみたいな、死んじゃうよみたいな。次行きましょう。コロナで離れているんですけど、お互い様を一番会いたい時、いつもですね、いつも会いたいですよ。もうやっぱそうですそうです。もう僕たちもう常電話でボーシッパー言ってるんで、そうそうそうもう常に会いたいですよね。でも僕ね気づいたんですよ。ユンちゃん帰ってから気づいたわけですよ。もうね今こうやって一人で過ごしてるわけですけど、ほんまに無駄に感じるんですこの時間がやっぱユンちゃんとおった方がやっぱ、人としてはまだ成長できる感じもするし特に最近ですね、夏休みじゃないですか。友達とかはいみんな、カップルで旅行行きますよ。あー私もそれ見たらめっちゃ私も行共感するきたいな、はいともちゃんといろんなところ行きたかったのにっほんまやもったいないて。去年何もできなかったので私たちいやもう悲しすぎる。残念すぎる。次お互い様のチャーミングポイントは何なんですか？私は、ともちゃんの瞳がキラキラする時で、ともちゃんの唇がもともとも赤いけどなんかめっちゃ具体的なんか特に赤くなる時がありますよ。その時ちょっと可愛いなはいと、チャーミングだなとおぬるおってよ。おのめっちゃキラキラする。やっぱ髪の毛ちょっと短くなるからね。2らしいですねはねそうですかねのチャーミングポイントどこ？これは僕だけがまあ分かる統計なんですけど、ユインちゃんねテンションが高くなるとマジで可愛いんですよ。電話とかしてる時さ、もうめっちゃ歌ったりするからめっちゃルンルンやつねあれがもうめちゃくちゃ可愛いもん。なんかあ、そう？めっちゃもう来るね。もうめっち自分にゃ可愛はい分かりません。ともちゃんが一番好きな韓国の食べ物は？僕の好きな食べ物はもちろんジャジャン麺。ジャパゲティジャパゲティともう一つあるんですよ。もう一つは韓国のコンビニのキンCS キンパめっちゃ好きですよこの子。で次、私が好きなはい日本の食べ物は？パ。ユインちゃんが好きな日の質本食べ物問だったんですけど、体に悪いのは全部好きなんですけど、まあオムライスかな。プルプルするオムライスわかる？プルプルするオムライス。それかたこ焼きか。ラーメンも好きだな。似てるお互い様でこういうところが似てる、一番合うところは？なんかともちゃんはこだわりがなくて、なんか合わせる性格なんですよ。でも私はなんかこれしたい、あれしたい、あれ食べたいとかそういうのがちょっとちゃんとある人間で、なんかそういうところが合うくね。なんかどこ行っても、確かにこだわり僕はなくてユンちゃんはまあこだわりいっぱいあるんで。でもそう言ったら私が悪く見えるやん。いや俺は全然俺はいいから。そう全然ともちゃんは本当にどうでもいいって言うから、それがちょっと合うかな。なんか性格的に喧嘩しても僕たちも絶対一日以内にそうマジでなんか2人ともなんかモヤモヤするこの気持ち大嫌いなんで、すぐ仲直り。僕たちあんまり2人ともね全然気にしない性格なんで。そうだから次の日になったらもう完全にもう忘れてるんですよ。ティックし둘 다 없어가지고。喧嘩の話出たからどうやって仲直りするかの質問に行こうか。喧嘩したらどっちかは絶対謝らないといけないんじゃないですか。でともちゃんはいつもさっき謝ってくれますよ。でも私はめっちゃ腹立ってるめっちゃ怒ってて、ともちゃんがなんか本当にごめんなさいってそういうことを言ったら、じゃあその時めっちゃ真剣な状況で重い雰囲気なのに、ともちゃんのちょっと涙が出てるあんな目がキラキラする瞳を見たら笑いが出てきて、マジでそれが我慢ができなくてめっちゃくちゃ怒って。そうなんですよ皆さん。今思い返せば喧嘩して仲直りして絶対このユインちゃん笑うんですよ。なんか顔見たら笑いが出てきて我慢するの。まあ本当にしてるけど結局ともちゃん分かる。私が我慢するの分かるよ。ユイちゃんいつもブフって言うのブフって笑ってめっちゃ我慢してたん恥ずかしいかしらんけマジでさ、めっちゃ真剣な状況なのになんで笑いが出てくるか分からへんけど、この子目見たらめっちゃ笑い出てくるなんかめっちゃかわいそうで、どんだけ腹立っても見たらなんかすぐ仲直りしたくなりますよね。だから喧嘩が長くいかないでしょ。
か分からへん。あなたの雰囲気かな。あ過剰な雰囲気でもね、マジで笑いどうやって我慢できるか教えてくださいよ。また腹立つ自分に。そう言わなくなったらなんでこんな怒ったのに笑うかなって。最近聴いてる、はい好きな、はい聴いてる歌。ダダ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 ダ。何それ何それドルピンっていうアイドルのあ、韓国の歌女性のアイドルの歌をちょっと聞いてますね最近。俺な、聞かへんねんな最近。ともちゃんはあんまり歌聞かないですよ。私がウォーホリの時どんな仕事をしてたか、私は唯一にしたのがデパートの中に日本人がする韓国の店だったんですけど、ともちゃんと一緒に働きました。でもマジでバイトがその時ほぼ初めてだったのでマジしんどすぎて。ゆいちゃん見ててめっちゃかわいそうやって。ねえさらんゆいねがねえさらんゆいねが働いてる。私は2がかわいそうだったよ。お互いかわいそうに見てたね。お金稼ぐのこんなにしんどいんだと思った。コメントは全部読んでハートを押しますか？全部それは読んでるよね。진짜 기껏 적어주셨는데 답장은 다 못할 망정 하트라도 이렇게 하나하나씩 그 감사 또 뭔가 리액션 できたらいいなと思ってね。 申し訳ないなって気持ちを持って 감사합니다. 押しています。감사합니다. 本当にこうしながら押していますよ。 YouTube 始めてなんか変わったところとかいいところありますか？変わったところはやっぱ私の人生にカメラがあるってこと。そう、カメラが侵入してきたことです。最初は本当に慣れないですよ。カメラ持ってあれに対する。でもいいところもあるよね。あんなに私たちの思い出を思い出がもうそういうはっきりね、鮮明に残るっていう。綺麗に残ってるって感じ。サジンだから僕たちも全然今でもそう動画見たりしますね。今でも見たらマジでめちゃくちゃ懐かしいよな。その時は分からないの。その時分からなくても今見たらわあ私たち本当に良かったな、この時良かったよな、これやったよなって。本当にさ、今1年経ってもこんなに懐かしいのに5年6年経ったらどんだけあれが大事になるか、それが本当にいいところかな。長い間離れてるんですけど、あったら一番何がしたいか。あったらですね、まずはユンちゃんをね穴女してあげるんですよね。抱きしめてあげます。マジで悲しい。いつそれ今年叶えんの？いやほんまにそれが怖いよな。ストレス、本当にこんなに長い間離れるとは思ってなくてしんどいですよね。頑張り時よ。コロナ死ねよ。ゆいんちゃんとともちゃんは後で結婚とか考えてますか？であったらどこの国で過ごしたいんですか？なかなかお母さんほんまみたいな質問きますね。もちろんね、それは当たり前ですよ。そうですか？結婚はじゃ理想で言ったらもちろん僕も韓国大好きなんで、韓国とかで住んでもいいと思うし、2人でねベストは海外に転勤を行くので、なんか英語つける国でもいいし、ユーロッパとかもいいし、もし結婚とかを考えたら、もしじゃないけどね。はい最初会った時はどうやって連絡しましたか？本当にこれ前から質問あった。そうなの？でひらがなしか知らなかった状態、ひらがな今もそうやけどメールでは翻訳使ってたし、電話は私なんか日本語出てて、ゆいちゃん特にそんな最初から日本語喋れてた気がするんですよ。たまに単語わからない時とかあったらともちゃんが簡単に説明してくれて。でも今でもそうですよ。だからその癖がつきすぎて僕友達にもひらがなでよく言うんですよ。この単語分からへんかなとかこの単語難しすぎるかな。使わないと私の日本語がここでもう伸ばないってマジで絶対伸びへん。だってこのぐらいでも全然言いたいこととか、全部言えるし、特に喧嘩とかしたらともちゃんより私がもっと話せます。そう喧嘩したらもう僕負けるんですよ。もうゆいちゃんもうラッパーもう
へいよみたいなめっちゃ出てくる。私もびっくりする。一番日本語上手い時が喧嘩するそうそう時だと思う。もうユンちゃん喧嘩する時に言ったらもう日本語覚醒するんですよマジで。次が難しい単語を使って私に日本語をちょっとレベルアップしないといけねえのに、あなたのせいで伸びへんやん。ごめんなさいごめんなさい。次ですね。この質問めっちゃいいね多かった。何私のお父さんがYouTube 知ってるのそれはバレたかを言ったんですけど、いや俺もそろそろバレそうな気すんねんけどな。まだわからないです。お父さん以外全ての家族が全部知ってるのにお父さんだけわからへんマジで罪悪感がバレたら本当にどうなるかわからない。ともちゃんが好きな韓国の芸能人と私が好きな日本人の芸能人。まあもちろん、まあ、今まで BTS ばっかり言ってたんで、もちろん僕でもローダン少年団って僕もだいぶ昔から知ってるんですよ。本当に中学生から知ってた。そう中学生からずっと知ってて、で俳優はナムジュヒョク様やね。なんかドラマとか韓国のドラマとか見て、私は日本の、昔は結構好きだった日本の芸能人多かったけど、好きな歌手はいますよね。バックナンバーっていう私顔も知らなくて、歌マジで大好きです。理性の友達の問題はどう知ってますか？男と女の関係では友達は本当のマジで、友達は成立しないとね。いないと認めない。私は認めない。じゃあでもさ認めませんってさ言うんじゃん。俺さこの女の子の友達とかさ以前にさ俺さ男の友達と全く遊べへんしさ。そうあんまりあんたは私が男の友達と一緒に遊ぶって言ったら許す？行かせる？いやでも気持ちではやっぱりさ男の友達と言ってもさやっぱり俺とさ出会う前からさ、まあ、仲良くしてたりとか、まあ、なんかあっていろいろそういうのがあるから、まあ別にまあいいとは言いたいよ。まあ別に俺もユンちゃんのも信用全然あるし。絶対嘘だと思います。何はカッコつけてるだけって絶対行かせないと思う。あんまり好きじゃなくて絶対。でもお互い様はそういう心配する必要がありません。そうなんか他の異性に対する心配はないよね。そうだってその LINE とかでも全然見せるしな。携帯全然普通にさ2人で見れるようになってるしな。どっちが人が多いか、これは完全にねじゃね。ともちゃんは言わない。ともちゃんは嫉妬してもそれをあんまり言わへんかもな。俺思っててそう思ってても言わないから表面的には多分私が嫉妬多いですね。表面的にはともちゃんはあんまり知りたくない方ですよ。嫌なことあんまり聞かないから、あんな嫉妬を私がさせようとなんかトゥルントゥルンしたら絶対それ聞きたくもなくてもう言わんといて。ともちゃんはゆいちゃんに見た時惚れてたんで言ったんですけど、ならゆいちゃんはもともとどんなスタイルが好きだったか。私はともが顔はマジでドタイプ。私はおでこと眉毛が綺麗な人が好きなんですけど、で顔の形と顔はマジでドタイプ。ありがとうございます。ここまで性格的にはちょっと違うかもしれない。でも、違うかもしれないけど、私の性格をよく考えてみたらともちゃんの性格が私と一番合うかもしれない。まあそうよね。まあ確かに、まあ、ゆいちゃんが求めてた性格ではないけどゆいちゃんの性格からしたら合うよね。俺は思う。2はそういうこと言ったらあかんやん。確かにゆいちゃんの性格やったら俺が合うやろうなっていうのは分かる。いやーそれ絶対悪口やろ。絶対悪口やろそれ。あれ絶対嫌味持ってるやん。あなたは私と会う前の理想のあれがあった？でもそんなタイプとかあんまりはっきりしなかった。でもともちゃん年下よりは年上が好きって言ってた気がする。じゃあそれは勝手に俺の親が言ってた。あんたのそんなアホみたいな。確かに確かにともちゃんも私がぴったりだと思います。あんたみたいな性格やったら年上のしっかりしてる子がいいわっつって。お互い様よく会いました。よく会いました。一番感動を受けた話、感動を受けた時、私は感動を受けたっていうよりなんでともちゃんを
きになったかなんかきっかけはいきっかけとかともちゃんにもまだ話したことがないですけど、ともちゃんがまだ本当に付き合う前のぐらいなんか好きかとかなんかそういうなんか楽しい時ね。そういう楽しい関係でともちゃんが韓国に来たことがあるんですけど、なんかともちゃんもその時なんかバイトしていろいろお金貯めてって韓国で買いたいものがたくさんあったんですよ。なんか服とかともちゃん靴もめっちゃ好きで靴とかなんかそれをだから一緒に買いに行って見てたけど、ともちゃんが急に私もうやめるって言って急にで私がなんで買わないのってそのためにお金貯めてたのを知ってたからなんで買わないのって言ったらともちゃんが急に私に指輪見に行こうってなって、そうなんでって言ったらなんかペアリングしようって、もちろんなんか付き合ってもないのになんでペアリングするになってるかもしれないけど、その時私の感情、私がその時確信がなかったんです。なんかウォーホリも行くかどうかわからない状況だったし、いつ会えるかもわからないし、そういう不安満々な状態だったのに、でともちゃんがそれをしてて、私たちが離れたらまだ確信がない私は不安な状態になるから、このペアリングをつけてていつもなんかその証拠みたいなことで、まだ早いけどこのペアリングはどうになって私にプレゼントを しようと言ってたんですよ。それがもう今こうやって話してたらなんかちょっとおかしいかもしれないけど、その時は私は本当にめっちゃ不安だったのに、それでなんかその態度を見たら初めてそれで確信をしてたっていうか、この人ならまあ信じれるって感じ。だからだってめちゃくちゃ靴買いたいって言ってたのに靴買わなくてこのペアリングで全部使うって言うから、でも結局買えなかったでしょ。なんか맞추려면은 막 일주일, 2주일 걸린다 그래가지고買えなかったんで感動的だった瞬間って言ったらまあもちろんその時も多かったけど、韓国と日本の정서 차이、文化の違いとかなんかしんどかった時はないですかとか質問だったけど、私たちはびっくりするほどともちゃんはスポンジみたいな人でマジでスポンジなんか言ったらすぐ受け入れてくれるからこんな偏見ない人はいないと思います。全くないね。だからそういうのはなかったですよね。で次6画面が気になります。ともちゃんはまだユインちゃんのことをなんていうトイストーリーあるやん私の顔をそれを6画面にしているか。今の僕の6画面はユインちゃんと電話した時のユインちゃんがすごくねスタンプ使うんで、それをちびまる子ちゃんがめっちゃ可愛かったんですよ。それをスクリーンショットしてめっちゃ汚いですよ6画面。ちょっと私たち今携帯で撮ってるんでこれ見てください。携帯撮ってるから見せれないんですけどこれ見てください。ともちゃんは韓国にウォーホリとか学生のビザで来るルーテがあるか。ともちゃんいやそれなんですけど皆さん、僕ねユインちゃんにもね僕留学したいということなんか言ったことあるんですよ韓国。だったんやけどやっぱりこういうことも今状況であるけど、とりあえず一緒に早く会いたいんですよ。もう一緒に早く大学も卒業して一緒にいられるようになったらいいなっていうのがもう今の目標ではあるんで2人の。だからとりあえずちょっと近日的ともちゃんもすごくマジですごく来たがってるんですけど、年の違いがあるからともちゃんがこれ以上1年もっと空いてたら私たちが一緒になるのがもっと1年遅くなるかもしれないっていうだから全てはもう現実を考えたら僕らユインちゃんのためなんで。でもなんか교환학생みたいな交換学生みたいなことできたらもうウェルカムですよ。でもそれができるかどうか今の状況で分からなくて、帰国の動画がアップロードした当日ツイッターのトレンドに載せられてたやん私たち。曲の動画そんな人気を実感できるかどうか気になりますって。いやもうあれはでもマジででも
なその時の俺らもびっくりしたよなしかも私たちちゃんとなんか別れの挨拶もできなくてああやって終わってたからこの動画マジでやばいとなんかまずびっくりしたよそう俺らマジでびっくりしたんじゃないなんかちょっと恥ずかしかったんですよ編集する時もめっちゃ泣くからああいうの見せるのがちょっと恥ずかしかったのに、なんかあんなトレンドにも載せられて本当に정말 감사합니다。 それでしかないほんまに。コロナがなかったら韓国にはいつ帰ってくる予定でしたか？日本で就活するつもりでしたか？コロナなかったら、こんなに早く帰国する予定なかったよね。つもりなかったよね。もう就活は私準備したのがなくてできないけど、留学とか確かに考えていたんですけど、それがな、コロナも、でも全てがコロナで予定が全てなくなった。全てが変わった。次、スキンシップが多い方ですか？この質問、スキンシップについての質問多かったんですけど、私たちは本当にあんまりないと思う。少ない方だと思うんですよね。私が特に人の前であんなスキンシップするとかがすごくちょっと恥ずかしいっていうか、でももちろん歩く時とかはいつも手をつなぐとかそういうぐらい、そのぐらいはしてますよね。これからの計画、僕たちが一番に考えてることって言ったら、まず2人が一緒にいれる状況を作ることですよ。とりあえずでもほんまに今ユンちゃんと会えない時はもうとりあえず大学とかも頑張って。で私は4살이있는지私は昔から海外に住みたかったの。なんか大学院とか留学とかも行きたかったし、もともと私日本のワーホリ終わったら他のところに行っちゃおうと思ったのに思ってたけど、とにかく昔から海外の就活をずっと願ってて、私が海外でも住めれるそういう技術みたいなことをずっと勉強しないといけないかなって思ってる。もちろん私は子供の時から技術しか考えてなかったし、だからデザイン的に仕事ができる、そういう技術を勉強してみようと思っていますね。그리고 MBTI最近めちゃくちゃ流行ってる性格テストみたいなあれは別でちょっと取ってみようと思います。もう1時間以上した1時間20分やん。やばほんまやほんまやほんまや。どうでしたか？どうでしたでしょうか皆さん。たくさんの質問ありがとうございます。なんか面白いですよね。この TMI 대방출 영상。귀여워. 우리 또 내 아니가도 귀여워. 네髪の毛切ったらもっと若くなった우리と。ということですね皆さん。はい。今日の動画はこれで終わりたいと思います。それではタムヨンさんでお会いしましょう。ではバイ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 。